全部手作り。いいのか悪いのか。これ簡単なようで結構難しいですからね。いや全然違いますよ。結構大事なんですよ、こういうの。万全の準備じゃないといけないんですよね、一人仕事は。これは素人がやると手切る可能性が高いですから。お願いします。前のからつけとくんですよ、ここに。毎朝やることは大体一緒なんですか？大体だし引いて、おしんこつけながらつけて、ご飯といて、そう、うちはほぼほぼ一人仕事なんで、何でも何でもご飯炊きからおしんこつけるのも全部やるんで。パートさんが多分10時半ぐらい。もう結構十何年とか震災の前の年。2010年。そうだ、2010年の多分秋ぐらい。使わないスタイル。優秀で。ずっとお一人でやる。そうですよね。人が一人がね。2010年。13年目です。そんぐらいなのかな。あんまりそういうこと気にするタイプじゃないです。10年以上。10年以上。店のオープン日とか何時とか全然覚えてる。そういうの気にするタイプじゃない。そうじゃないとつけ本番でネタの豊富さはネタは正直どうとでもなるんですよ。料理のネタって世界中にいろいろあるじゃないですか。ちょっとずつアレンジしていけばなんだろう、いくらでも完全オリジナルのものってなかなか世の中にないじゃないですか。だからちょっとずつアレンジしていけばいくらでもできる。10、15
はい、赤だし全部やるから一人10役ぐらいです。そうなんですよいいのか悪いのか。これは最初もちろん回転からですね。でぬか床どのぐらい置いとくんですか？これ今の時期だとあったかいから5時間ぐらいかな。5時間で引き上げるんです。そうですね。スポンジは何水を吸ってくれるから、野菜から水が出るんで。ずっとここなんですか？生まれも育ちも向島ですよ。生粋の江戸っ子です。ね、さ悪いんだけどさ、あとでレタスとトマト買ってきてくんないかな。ここまで。これやんないと黒くなっちゃうんですよ、尻尾が。一瞬で。この取らないと尻尾のこの掃除しないと黒くなっちゃう。黒くなっちゃいますね。真っ黒になっちゃう。私このエリアって、料亭が結構そう多いじゃないですか。そういう場所です。下流会で。どういうここ下流下流会昔からですよ。ほら芸者さんとか料亭さんとか多くて、下流会って芸者さんの町、京都でいうところの祇園とかああいう神楽坂とか、ここはそういう感じなんそうです。神楽坂とかがそういう町じゃないですか。本当に周り浅草とか下流会浅草とか、浅草そんな感じ。向島も美食エリアというか、なんつうんだろうな、昔からだから料亭さんとか多くて、みんなほら車とか運転手さん付きで遊びに来るような、ちょっと偉めな人がそんな町なんですよ、そもそも。だからほら帰ってほらこの陸の孤島みたいな、駅から離れてるのが逆にいいみたいな。ずいぶん喋れましたけどね。大きい料亭さんとかあったでしょ。ありました。はい。そう駐車場も結構あって、そうだから自分が子供の頃はなんつうの、黒塗りのハイヤーが結構
そこら中に止まってて連なってるようなイメージだったんですけど、バブルの頃だから自分が子供の頃は、今は全然静かになりましたけど、そんな街なんですよ。最初それで安倍さんはフグやられてた。最初はフグ屋の小僧ですね。浅草の。浅草行ったんですか。はい。俺やりたくて料理人になったわけじゃないんで。そういうタイプじゃない。無理やり放り込まれた知り合いの店に小僧で。でもそこからの才能が開花されて。才能なのかな、わかんないけど、なんとなく長くやってるから得意なことだからその流れでやってるっていうか、何にもないですよ。天ぷら屋はなんでやろうと思ったんですか。いややっぱこういう商売、なるべく単品商売の方がいいなと思ったんですよ。ジャンル専門店、割烹みたいにして何でもかんでもやっちゃうと大変じゃないですか。ロスが出るし、天ぷらなら天ぷら、寿司なら寿司、カレーならカレー、ラーメンならラーメン、専門店の方がいいなと思ったから商売する。結構やることあるんですよ。これエビ新庄ですね。エビの新庄、すり身。すり身なんですか。はい。エビ叩いて、卵の素と合わせて。これは美味しいと思います。こんな面倒くさいことやってるのかなって。手間かかってます。そうなんですよ。これは喜びますね、お客さんが。何にでも大体これつくんで。これ簡単なようで結構難しいですからね。これがちゃんとできてないと揚げた時にエビがひん曲がっちゃうんでまっすぐ上がらないんで、簡単なようでちょっとした包丁の深さとかでも、なるほど。先ほどこれ切っていた。そう、あれでちょっと浅かったりすると揚げた時に曲がっちゃう。かっこ悪いし。なんで飾りですね。飾りでいや全然違いますよ、見た目が。やるやらないで。違いますね。食べやすいし。
くさいんですけどこれすげえめんどくさいんですけど、でもこれ綺麗なんですよ。これ上げてしましまがあ、仕事してるなって感じになるんで、あ、なるほどですね。結構大事なんですよ、こういうの。こうやって簡単にほぐれるんですよ。手でほぐしてやらないじゃないですか。橋のお尻みたいで可愛いんですよ。一人だから途中でね、物がなくなったら何もできないから万全の準備じゃないといけないんですよね、一人仕事は。トウモロコシのかき揚げがうまいんですよ。これは素人がやると手切る可能性が高いですからね。結構硬いから。面白いように取れるから、こうやると。まあ、今いっぺんに取れる機械とかもあるんですけどね。鶏のチャーシュー、小鉢です。あ、小鉢。今日の小鉢。天丼ももちろん美味しいんですけど、その周りのお味噌汁、小鉢、とても絶品だったんです。全部手作り。おしんこから何から何まで。それがこだわりですね、うちは。そんな複雑なことはやんないんですけど、自分の手が入ってないものがない。手間が結構割とかかってるんですよ。なかなかね。で後でパートさんに持ってもらうと。サラダを洗濯ネットに入れて外でぶん回すんですよ。そうすると水が切れる。それは面白いですね。これだと一発なんで回す。普通なんだろう、ぐるぐる回す機械とか使うんですけど、これだと一発なんで早い。これが小鉢セットですね。そう毎日こんなことやってるんですね。で後で持ってもらうと。
置が重要なんで。いや、緊張するなと思って。おはようございます。
氷入れちゃってくださいね。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。金谷さん、はい、奥からどうぞ。はい、お願いします。天丼2です。はい。あれですよね。今これがこれ。は
はい、お願いします。お待たせいたします。ごちそうです。はい、ありがとうございます。食べてた？はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。天丼肉ガルハフです。はい。天丼ご飯見せてください。これいいですか？はい。天丼ご飯2つください。どうもありがとうございます。ありがとうございました。そば入れちゃってもらえますか？はい。
願いします。お待たせいたしました。絵が抜けちゃったんで、いやこれが抜けちゃったんです。エンジン開けるとかそういうのはしないですよ。油さすとかチェーン取り替えるとか、できるんですか。そのブレーキパッド取り替えるとかそういうのはやる。好きなんですよこういうのが。